こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は初代ゲッターロボと改造を引き継ぐゲッターロボ G の能力を検証していきたいと思います。今作のゲッターは地形適応の影響を強く受けているため、戦闘の状況に合わせて変形を駆使して戦う必要があります。ゲッター1は空中戦専用、ゲッター2は回避力と地上戦、ゲッター3は地上・水中戦、防御力が上がるイメージです。各機体にゲッターチェンジアタックがあるので、変形をしなくとも全ての地形適応に対応して攻撃することは一応可能となっています。改造は8段階までしかできず、以前のアレックスやザク界に比べると伸びしろが少なくなっています。今作のミノフスキークラフトは空・陸を A にすることが可能なので、前半は地形適応の影響を受けにくい戦い方を選択しました。そのゲッターの実戦の舞台となるのがザ・ブーム軍とメガノイド部隊を相手にする京都となります。まずは弁慶士の気合で気力を高め、ゲッター2で戦闘開始です。音速を超えた戦いを見せてやる。ゲッタードリル。ゲッターのスピードを甘く見るなよ。この程度のダメージ、こいつはお返しだ。ドリルパンチ。気力が120を超えたところで隼人の先手必勝が発動します。0.01 秒の世界を見せてやるぜ。ドリルストーム。この程度のダメージ、ドリルパンチ。なんのまだまだ。オープンゲットでかわしてやる。そしていつの間にかメガノイド兵となっていたドリルパンチ。こんなもんでやられるか。うわー、行くぜ。ゲッターアーム。あの有名な兵士さんが転生したであろうメガノイド兵を落としつつ、気力120を超えると本領発揮となる隼人。気力120以上で 25% の確率で敵の攻撃を回避できるオープンゲットに、気力130以上で 50% の確率で避けれるゲッタービジョンを持ち、そして気力120以上で反撃が常にカウンターとなる先手必勝が発動するので、高い回避率と合わせて敵を楽に削ることができます。唯一難点なのがドリルパンチの弾数が少ない点でしょうか。 0.01 秒の世界を見せてやるぜ。ドリルストーム。そうはさせんぞ。貴様もこれまでだな。ゲッタービジョン。くらえドリルストーム。やられた。雑魚とは違い手強いイルゴラシの相手をしているところで、ミレーヌ氏も登場します。俺が相手をしてやる。ゲッタードリル。それが限界か。貴
様もこれまでだな。敵はこっちを確実に狙ってきているぞ。どうすんだよ。なら次で相手を仕留めるまでだ。音速を超えた戦いを見せてやる。オープンゲート。大切断おろし。オープンゲート。ゲッタートマハウク。オープンゲート。ゲッタードリル。俺に任せろ。ドリルストーム。このイルボラシは命中、回避、クリティカル率に影響を及ぼす忍者レベルが高く、格闘も高いので一撃が強烈な相手です。こちらの攻撃が当たりにくい上に、移動後に使えるなぎなたと合わせて手強く面倒なイルボラシですね。なのでゲッター3でエネルギーの消費なしと使い勝手が良く、かつ攻撃力の高い大切断おろしで対応していきます。行くぞ。大切断おろし。それが限界か。勝負あったな。直撃を受けたぞ弁慶。ゲッターチームの援護に回るのかと思いきや、私が女だと思って手加減したのですか。私に盾つくとは愚か者。今何かなさいましたか、愚か者。イルボラシには興味がない飛び影師のようなので、精神コマンドを駆使してなんとか撤退させたいと思います。このままでやられちまうぜ。お返しだ。元祖大切断おろし。かすっただけだ。やってやる。優勝。お返しだ。ゲッターミサイル。やられた。優勝。大切断おろし。侮ってか。だがまだだ。勝負あったら。危なかった。 HP9600 未満で撤退するイルボラシなので、落とせなくとも怠慢では十分に検討した結果となりました。弁慶士は底力を持っており格闘も高いので、燃費の良い大切断おろしと合わせてボス戦でも活躍してくれます。また走行クリティカル補正も高いので頼りになるゲッター3ですね。こいつからは逃げられないぜ。ゲッタービー思っていた以上にやりますね、愚か者。
ワンでこれ以上戦うのは不利か。飛び影師にボコられていたので楽勝かと思いきや、意外と一発が重いミレーヌ氏。ミノフスキークラフトをつけるとゲッター1で戦うメリットが少なくなってしまうのですが、それでも熱血の一撃で締めていきたいと思います。これでどうだ。オープンゲート。大切断嵐。オープンゲート。ゲッタートマハウク。オープンゲート。ゲッタードリル。なんとかゲッターロボでイルボラ氏とミレーヌ氏を退けることができました。そしてすかさず早乙女研究所へ向かいゲッターロボ G に乗り換えます。またゲッターロボ G だけでなく、もう1機加入する味方機が登場します。エンジンドラゴンスイッチオン。インパクトでは外すことのできないテキサスマックが加入したところで、ここからはゲッターロボ G で後半戦に入っていきたいと思います。改造を引き継いでくれていますが、強化パーツは外されているので、今回は地形に合わし変形して戦っていきます。ドラゴンも空中専用の性能となっているので、地上戦はライガーとポセイドンに任せる展開となりそうですが、空中戦も何気に対応しているライガーでありました。腕前の差ってやつを教えてやる。ドリルアーム。隼人。俺のゲッターを狙うとは無謀だぜ。そして後半戦もカウンター祭りといきましょう。食らえライガーミサイル。俺が相手をしてやる。オープンゲート。大切断嵐。オープンゲート。ダブルトマホーク。オープンゲート。ドリルアーム。ライガーの出番だ。オープンゲート。オープンゲート。オープンゲート。ドリルアーム。チェーンアタック。音速を超えた戦いを見せてやる。ドリルアーム。マッハスペシャル。貴様の顔も見飽きたぜ。ヒドラ元帥オープンゲート。オープンゲート。オープンゲート。ドリルアーム。なんだこれは。愚かな人間どもめ。これでも食らえ。隼人。俺のゲッターを狙うとは無謀だぜ。インパクトでは最強機体として紹介されることも多いテキサスマックですが、
今回は無改造の状態での簡単なご紹介としておきます。おのれ百鬼帝国に歯向かう愚か者めが。まだいけるわ兄さん。俺のゲッターならまだ攻撃できるぜ。ドリルアーム。まずい、ここはひとまず引くべきか。と無改造の状態で戦い抜くにはさすがに厳しいですが、今後改造と強化パーツでどこまで強くなるのか楽しみな期待です。また外伝での長期戦を体験していると、比較的倒しやすくなった印象のあるメガザウルス部隊でありました。ただ攻撃力はあるので、不用意な一発を受けることには注意しなければなりません。貴様の顔も見飽きたぜ、ヒドラ元帥。オープンゲート。ドリルアーム。さらにここから増援を引き連れてブライ大帝が登場されます。空中戦が多くなるのでゲッタードラゴンで対応していきましょう。一撃で仕留めてやる。ダブルトマホーク。シェア。まだ大丈夫ね。まだいけるわ兄さん。とどめだ。まだいけるわ兄さん。無改造だとバドを倒すのにも地味に時間がかかります。よくもやったな。ダブルトマホークブーメラン。スピンカッター。奥の手だ。ゲッタービーム。空中戦ではやはり強いゲッタードラゴンでしたが、一気に片付けてやる。そんなものドラゴンには効かないぞ。一撃も重く地上戦になるので、ここからはポセイドンの大雪山おろしと精神コマンドを使いブライ大帝に挑みます。大雪山おろし。どんな攻撃を受けようともびくともせんわ。そこをどけ。HP が35000に装甲と頑固一徹もあるので耐久性が高く、破壊光線の威力も強烈な合体100キロボット。 HP10500 未満で撤退されてしまうので、なんとか落としきりたいブライ大帝でもあります。
かすぎるか。お返しだ。おお、これでは歯応えがなさすぎるわ。ドリルの一撃も効くので鉄壁で走行を2倍にしておきます。なんとるヘモ、黙れ。どうしたポセイ走行が3864となった瞬間ダメージが入らなくなるので、走行が2倍になる鉄壁は今作でも重宝します。大雪山おろしのエネルギーが15必要となりましたが、それでも燃費は良いので連発することは可能です。手段は選ばぬ。出た、元祖大雪山おろし。なんとるヘモ。ブライ体系の HP を撤退ギリギリまで削ったところで白押しの援護攻撃と合わせて落としきりたいと思います。くらえ。オープンゲート。大雪山おろし。オープンゲート。ダブルトマホーク。オープンゲート。降りるわということだ。黙れ。緊急回避だ。ここから狙えば倍返しだ。木の棒が。うわ地形適応を考慮した場合、ゲッターチェンジアタックの方がシャインスパークより地上戦ではダメージを与えることができます。ペダルを踏むタイミングを合わせるんだ。任せろ。行くぞ。ゲッターシャイン。シャインスパーク。諦めるな。黙れ。ほほ、下手くそ。こっちにもいるぞ。倍返しだ。このままでは済まんぞ。シャインスパークの方が300攻撃力が高いのですが、結果として落としきれず、今後も地形適応は攻略の鍵となりそうです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。